こんにちは、デコステップです。前回はショート動画の方でいくつか動画を上げさせていただいていたんですけれども、クリームで文字を書いたり、いろいろなものにデコったりしてみる動画をアップしました。そこでですね、クリーム文字をどうやったら書けますかというコメントにもお問い合わせが来ていたので、今回はクリーム文字の書き方をやっていこうと思います。レイヤーにですね、こういう白い丸ではなくて、丸にちょっとホイップを上からちょんってつけた状態のような画像を1枚作るんですね。そしてこのブラシツールではなくて、この指のツールですね。指のツールでこれを伸ばしていくと、クリームのような模様を描きながらずっとこのように書くことができるということになります。ちょっと押さえるところが外側だとこうピンクが入ったりするんですけど、なるべくこう真ん中でこうぐるぐるするとこうクリームを持っているかのような絵に見えますでしょうか。ということでですね、まずはこの最初の画像丸にちょっとグラデーションがかった縁がちょっと何色、グレーだとちょっと美味しくなさそうなんで、黄色オレンジをちょっと入れたくすんだ色を入れていくのですが、じゃあ新しくレイヤーを作って、まずは色ですね。まず色をこの外側の暗めの色をまず選択します。なので、どこかちょっと黄色オレンジの間ぐらいの、ちょっとオレンジ黄みがかっているけどグレーに近い、あんま黄色すぎてもちょっと美味しくないので、ちょっとグレーに近いこの辺を選択できてますか？してますね。はい。そして選択ツールを選んで楕円形を選択します。そうすると楕円でこう画面をこうちょっとタップするとこう正円になるの分かりますか？正円を作ることができるので、正円の同じぐらいの、はい、このくらいで離して、ここ塗りつぶしを選択します。そうするとこの選択した色でここが塗りつぶされます。はい、そしてですね、このレイヤー、もう一つ上にレイヤーを新しく作りまして、このラインで、そしてこの明るい部分をこう今から描いていきますね。なので真っ白よりちょっと黄みがかってる方が、ちょっと線をもうちょっと細くして、ちょっと待って、細くして一つ上のレイヤーにこうまっすぐ線を引きます。タップしたらまっすぐなるんだっけな。はい。そして複製しまして45度複製して45度、もう一回複製して45度です。このぐらいいいですね。このぐらいの線の太さでやってみてください。そしてぼかしを入れて、はい。で、ちょっとここはみ出しちゃうので、ぼかすことによって、なのでマスクをクリップをしておくとはみ出した部分がなくなって丸い輪の中に全部入ります。で、これをもうこの2つを統合することで同じようなこういう
画像が作成することができました。これをこうくるくるっとやることでクリームのような線を描くことができます。はい。そして次はですね、このブラシもちょっとお手製で、この指でなぞってしっかり描けるブラシを作っています。ということで、ここからはブラシを新しく作成していこうと思います。まずですね、カリグラフィーのモノライン、これをちょっと左にピュンとやると複製が出てきますので、複製して、こちら新しくできた複製したものを編集して、このギュッとなぞれるブラシに作っていこうと思います。タップすると中身を編集することができます。まずはパスの境界線、間隔、この間隔を 0% なしにしてください。そして次は入り抜きのところですね。ここの先端のサイズをこれ左の方にグッとやって細くならないように太いまま始まるようにしてください。そしてサイズは 60%。はい。筆圧は最大。そして下のこちらはサイズ、下の入り抜きのとこですね。サイズなし、不透明度なし、シャープ、このままですね。次いきます。レンダリング、ここですね。レンダリングはですね、グレーズの強いを選択します。そしてフローは最大ですね。そしてもう一つ下のウェットミックス、これが、充電するを 50% に設定します。そしてプロパティですね。プロパティは画面の方向に合わせるにチェックを入れて、プレビューサイズ、こちらは 30%、ぼかしのプルは最大、ブラシの動作の部分は最大サイズが最大に、最小サイズはなしに設定します。そして完了を押すと、ちょっと名前を紛らわしいんで、もう一回ちょっと一番下、このブラシについてのところに、ここで名前を変更することができます。じゃあクリームブラシにしましょうか。クリームブラシ完了。はい、ここにできましたね。で、ここがどこに入れたかちょっとわかんなくなる場合は、私はここにメイクブラシっていう自分で作成することが、フォルダを作ってここに入れ込んでいくって感じですね。ができますので、これをですね、さっきカリグラフィーのとこだったから、これですね。これをこっちに入れれると思うんだけど、どうでしょう。ここ開いて、ここにピョッと入れると。そうするともう今度からこう選ぶときは、はい、メイクブラシの中のクリームブラシだということで、これを選択しまして、ここじゃないわ。今こっちだ。これちょっと紛らわしいので消しますね。今こっちの画像を選択したいので、レイヤー選択して、指ブラシツールでさっき作った、できてない。なんで？ちょっとこの左のこのブラシのサイズがこれと多分同じぐらいのサイズにしないとうまくならないんですね。なった。さっき大きかったので、大きすぎるとこんな風になってしまいます。こ
こで目で見て、同じぐらいになったら、こうちょっと真ん中を、なるべく真ん中を選択。はい。こういうことですね。はい。真ん中を選択して、できた。はい。こういうことです。ちょっとこの、ぼかすときにちょっとずれた、こことかでやるとまた、全然違うものになって、ちょっとずれると、違うものになってしまうのと、ちっちゃくすぎても、ブラシがちっちゃすぎてもダメ。大きすぎてもダメっていうことになるので、このブラシの大きさをなんとなく一緒ぐらいにしてあげると、こんな風に綺麗にクリームを描くことができます。そして最後の終わりのところがもっとスーッと終わりたいときは、この、入り抜きのちはこうで、とんがりにして、入り抜きのプロパティをチェックを外します。そうするとここが今細くなったのがわかるかと思います。こんな風にすると、最後キュッと細く終わることができます。これちょっとダメですね。はい、こんな感じでクリームをたくさん描いてみてください。次回はですね、カラースプレーのブラシの作り方をやっていこうと思いますので、ぜひお楽しみにしていてください。カラーブラシ。なんかちょっと明るい色を選んで、こうするとカラースプレーブラシ。はい。こちらのブラシを次回作り方をご紹介しようと思います。それではまた。